ドイツニュルブルクリンク24時間レース。世界中の名門チームが集い極限の24時間を戦い抜く。世界一過酷と呼ばれるこのレースに住友ゴムのタイヤブランドファルケンは挑み続けている。ニュルって一周が長いじゃないですか。でその中に、一部で雨が降ってたりとか温度差とかもすごく激しい中であらゆるコンディションで速く走れないといけないっていうのはニュルだから開発できる部分でもあるし、ドライバーからもすごい性能にはポジティブなコメントをいただいてて、それは自信を持って走っていただけるかなと思ってます。ファルケンブランドっていうのは、まだ歴史が浅いブランドなんですけど、そのタイヤがヨーロッパの老舗のメーカーと、対等、それ以上に渡り合えてるっていうことはパフォーマンスがあるっていうことを認められてるということなので、そういう意味でニュルでの活躍っていうのが非常に嬉しいなと思ってます。1999年日産 GT-R-R33 で初めてのニュル24時間の舞台へ。結果は総合6位。ファルケン、ドイツ語で鷹を意味するその名をこの地に刻むには十分すぎるデビューだった。この舞台で戦えるその手応えがニュル24時間レース総合優勝を現実的な目標へと押し上げた。2002年進化した GT-R-R34 での挑戦。さらなる躍進を遂げ総合5位を記録する。有名ドライバーの起用も話題を呼び現地のファンはジャパンチームに熱狂。日本で生まれた鮮やかなブルーとグリーンのファルケンカラーがニュルの地に旋風を巻き起こした。そして2015年ポルシェ911で挑んだこの年、ついに総合3位表彰台に到達。ここまで積み上げてきた努力が結実し、ついにファルケンはニュル24時間レース総合優勝という頂を視界に捉えたのだった。Falken first came to Nürburgring 26 years ago. We hope for great results. We are always aiming high. だが挑戦には常に試練がつきまとう。去年がだいぶ短い時間で終わってしまってて、で実際走ってる時もうちの車のペースがかなり良くってこれから走ってったらもっと上目指せるかもっていうタイミングで終わってしまったっていうところでチームの方もこちらもちょっと不完全燃焼なところはあるんで。そうですね、去年本当に7時間8時間で終わってしまったので本当2年分の思いをぶつけるのが今年のレースかなと思ってますんで、今まで以上の気持ちで今年は挑もうかなと思ってます。幾度も挑み幾度も悔しさを味わってきたニュル24時間。それでも彼らは歩みを止めない。ニュルで走れなければまともなレーシングタイヤじゃない。その言葉を胸にファルケンタイヤの開発は続けられた。今年もまたファルケンはこの地に挑む。悲願のニュル24時間総合優勝を信じて。住友ゴムのタイヤエンジニアたちが抱く熱き思いに迫る。過去から比べるとだいぶ性能を上げることはできてますし、チームとしての士気もかなり高い状態なので、このまま結果につなげて、いい成績で今年は行きたいなと思ってます。悲願のニュルブルクリンク総合優勝へ向け今年のファルケンは強力な布陣で挑む。参戦マシンは昨年に引き続きポルシェ 911GT3R の2台体制。伝統のカーナンバーを背負った33号車と44号車だ。注目は昨年ニュル24時間レースで総合優勝を飾ったデニス・マーシャルと同じくルマン24時間レース LMGT3 クラスで優勝した若手モリス・シューリングの新加入。栄冠を知る彼らがチームにもたらすものは大きい。まず一個びっくりしたのは
っぱり勝てるチームに、今環境として整ってるっていうのはすごい驚いたことでもありますし、その環境に置かせてもらって勝つためのタイヤってどういうふうにしないといけないんだろうとか、そういうすごく、基本ではあるんですけど大事なところを教えてもらってるかなと思います。そんなチームの足元を支えているのが住友ゴムが誇る独自技術センシングコアだ。チームと協力してやろうとしてることって今パンク検知、タイヤにセンサーを埋め込むことなく車輪の回転や振動をリアルタイムで解析。空気圧の低下、摩耗、さらには路面の滑りやすさまで走行中のわずかな変化を瞬時に検知する。そのデータはすぐさまピットに伝えられ、チームは戦略的なタイヤマネジメントへと活用する。レースが進むにつれて刻一刻と変化する路面コンディション。過酷なニュルの舞台で戦うマシンにとってまさに勝利を引き寄せるもう一つの武器だ。迎えたレースウィーク、ファルケンチームと共に現地入りした住友ゴムのタイヤエンジニアたち。週末の24時間レースに向け準備が進められる。まず確認するのはニュル特有の荒れた路面状況と気温の変化。今年は例年より3週間遅い開催となり、特に高い気温が懸念される。 But now, this will be the real bench, right? Yes, this is the real event. The fact is everybody is focusing on the 24-hour race. It's the same story if you do Le Mans or if you do Nürburgring. We have a championship around NLS. You might win 6, 7 NLS races. If you do not win the big race, the 24-hour race, nobody will speak about you. And I think that's what we are looking for and that's what we are here for. ファルケンは自らが走らせる2台のポルシェに加え、他にも4つのチームにタイヤを供給している。その中には日本から挑戦するスバルの姿もある。今週でやっぱ一番暑いこの状況の中で、車がまだトラブル起きないことが一番ですけど、僕たちには何よりも心強いファルケンタイヤがついてますので、まずは安心してアクセル踏んでファルケンタイヤのグリップ生かして安全に走れればと思ってます。現場では各チームのリクエストに応え、持ち込んだタイヤにエンジニア自らが状況に合わせて手作業で溝を刻むことさえある。住友ゴムのタイヤ技術は最先端のテクノロジーと長年の経験で培われたタイヤエンジニアたちの技によって支えられているのだ。そして迎えたトップクオリファイ本番。決勝グリッド上位をかけ1台ずつアタックを行う緊張のタイムトライアル。33号車はニコ・メンツェルが渾身のアタックを披露し、見事4位の好ポジションを獲得。44号車もモリス・シューリングの力走で11位につけ、2台ともトップグループに食らいつく好位置を確保した。総合優勝に向けて流れは整った。翌日いよいよ決勝の24時間が幕を開ける。ちょっと昨日までパフォーマンスが十分出せてなかったのが、昨日から今日の大変更で、戻ってきてるんで、淡々と走り続ければいいペースでいけるとは思うんで、少しずつ巻き返していってほしいと思います。迎えた決勝当日、全長およそ 25.4 キロのニュルブルクリンク。伝説的な北コースノルドシュライフェと近代的なグランプリコースをつないだレイアウトは通称グリーンヘルと呼ばれる。世界一過酷なこの舞台に過去最多となる28万人を超えるモータースポーツファンが詰めかけた。例年と異なるのは雲一つない快晴と気温の高さだ。こんなに多分天気がいいニュルブってあんまりないんですよ。でやっぱこんな天気に恵まれて、多分社長も来てるしドライバーもやる気だし、多分いけるんじゃないかなと思います。もう普段お世話になってるファルケンの本当に販売店の皆さん方もですね、
ここに集まっていただいて一緒に応援できますのですごいパワーになると思います。はい、私もパワーを送っていきますんで勝利に向けて走っていきます。いや去年がね残念やったからね、今年はワンツーフィニッシュいけると思うよ。確信高い。ポールポジションを獲得したのはマンタイ EMA の911号車ポルシェ 911GT3R。 続く2番手は45号車のリアライズ近藤レーシングフェラーリ 296GT3。 3番手には14号車のメルセデス AMG チームビルシュタインバイゲットスピードが並ぶ。一方ファルケン勢は33号車が4番手44号車が10番手からのスタートとなる。午後4時、こうして絶好のポジションからファルケンの33号車と44号車が一斉にスタートを切る。24時間に及ぶ激しい戦いが今まさに幕を開けた。序盤911号車マンタイがポールポジションから堂々のトップを握る。その後ろでは2番手争いが激化。14号車のメルセデス AMG45 号車のフェラーリそして33号車のファルケンがわずか数秒差での白熱したバトルを繰り広げる。トップを追う3台の攻防は序盤からレースを加速させていく。44号車も負けていない。99号車のローウェイレーシング BMW M4GT3 そして昨年の覇者1号車のシェラースポーツ PHX アウディ R8LMSGT3 など強豪たちの中に食い込みながらその流れを見極めじっと上昇の時を待っていた。しかしスタートからおよそ90分後、この暑さがサーキットに予期せぬトラブルを引き起こす。ピットエリアの空調設備がダウン。それによりコース全体の電源が停止。残り時間を示す電光掲示板の表示も消え、レースは史上初となる停電による赤旗中断となった。中断時点の順位を整理し再スタートのグリッドが改めて設定される。赤旗直前のラップ状況が考慮され順位が再編された結果、ファルケンの33号車はトップの911号車マンタイに次ぐ2番手でレース再開を迎えることになった。33号車は再スタート直後から好調なペースを維持し首位の911号車マンタイに激しく迫る。徐々に夕日が低くなり強烈な西日に視界を奪われる状況が続く。それでも2台のファルケンは冷静にスティントをこなし上位争いを確実に続けていた。しかし22時過ぎ、悪夢の瞬間は突如訪れた。
ランプリコースの2コーナー、突如としてスピンし逆方向を向いたマシンが目の前に現れる。ブラインドコーナーの出口に停止したマシンを夕日の中で避ける術はなかった。ジュリアン・アンドラウラーが狩る33号車は激しい正面衝突を余儀なくされた。深刻なダメージを負い自力で何とかピットへ戻るが、ダメージはあまりにも大きく、ここでレースを終えることとなった。Yeah, to be honest, it's very tough. I think the team and everyone has been working for the last couple of years to be able to be in this position, and we're in a pretty good position. Having a correct rhythm, fighting in the top race in the beginning of the race, and everything was going okay. Traffic overall was pretty tough, to predict what some of the cars were doing, and yeah, I got to turn 2, and as I just left the corner, I was facing like just another car with the headlights on. I mean, I couldn't just do anything, to be honest. I was just facing the car. And by the time I saw it, I didn't really have the time to do anything else, and I'm super gutted. When Nico didn't drive, we missed that little piece of luck that we can always escape or something, and at the moment yeah, it's honestly it's really tough. I think it's really tough for everyone because we had hope since the beginning of the race. Everything was looking quite good, and I mean, I don't know, I'm lost of words. I could talk for an hour just describing all the feelings of everyone, seeing all the mechanics and all of us in this condition. It's just so bad, so sad. Honestly, I'm really good. 総合優勝の夢を託されたエースカー。チームがこれまで積み上げてきた努力はたった一瞬のアクシデントで閉ざされる。これもまたミュル24時間というレースの厳しく残酷な現実だった。チームに残されたのはただ1台44号車。仲間の無念を背負い、ファルケンカラーのマシンは夜のノルドシュライフェを駆け抜けていく。深夜を迎え、44号車は厳しいレース展開の中でも安定した走りを見せていた。依然として99号車や1号車と6位争いを展開。トップグループにしっかりと食らいつき順位をキープし続けていた。しかし深夜1時過ぎ、44号車の右リアタイヤに突如スローパンクチャーが発生する。住友ゴムのエンジニアはセンシングコアのデータから異常を即座に検知し、緊迫した無線更新の中ドライバーへ迅速なピットインを指示。チームの素早い対応によりタイムロスはおよそ2分半という最小限に抑えられ、その後もペースを乱すことなく安定して周回を重ねていく。タイヤのトラブルがあるっていうことで、タイヤの内圧を監視して下がるようなことがあればすぐチームに連絡して対応を協議するみたいな。タイヤが壊れたんで、それを原因を調べるっていうのも同時にやるんで、ちょっとなかなか大変な夜でした。ちょっとペースはいいだけに、タイヤのトラブル再発しないようにそこだけちゃんと見て、車もフィーリングはいいってドライバーが言ってるんで、一応目標7周でっていうところでは言ってるんですけど、はい、モニタリングしながら、はい、ちょっとでも変な傾向が出たらすぐチームに伝えて。しかし試練は終わらなかった。レース終了まで残りおよそ8時間。33号車の無念を背負い深夜に襲ったトラブルも乗り越え、トップ10圏内で懸命に戦い続けてきた44号車。夜が明け、ここから表彰台を目指してギアを一段と上げたその矢先、
時刻は午前8時15分。ドッティンガー方へ全長およそ 2.6 キロを誇る高速ロングストレートで44号車が突然動きを鈍らせた。原因はドライブトレイン系のトラブル。これまで一度も起きなかった致命的な問題がここで姿を現した。無念のダブルリタイア。これぞ24時間レースがはらむ容赦のない現実である。Yeah, it's not a lot of feelings, not much to say. I mean, for sure, as a driver, we are disappointed to be out of the race, but also for the whole team, it's such a big disappointment because they are working for weeks, for months to prepare this race and putting a lot of work into this, and then both cars are out of the race early. So, yeah, for sure, really tough. Our package was really strong, maybe the strongest it has ever been. So, yeah, huge disappointment. I think not only me, everybody is disappointed. That's the worst weekend we ever had with Falcon. Non-car at the checkered flag or at the finish line during the 24-hour race. Yeah, and then we came onto the Döttinger Höhe just now. He had a big noise, a bang, and we just found out that the drive shaft snapped. And then they towed the car onto one of the places. Then we made sure the car's gonna come here. Now we checked the car and we found out that the drive shaft is broken. So we lost already more than an hour just now. If we repair the car, we will lose another hour. And then you drive with whatever, 2 hours or 15 laps or 20 laps behind the leader to go for another 7 hours, which is useless at the end. So everybody in the team is disappointed. That's not what we expected. Yeah, but that's racing. At the end, we have nothing. Sorry. 1999年から26回ニュルブルクリンク24時間レースに挑み続けているファルケン。過去には日産 GTR やポルシェで総合6位、5位、そして3位と着実に総合優勝へと近づいてきた。今年はシリーズ開幕戦の勝利、そして第2戦の表彰台を経てニュル24時間レース悲願の総合優勝を十分狙えるポテンシャルで臨んだレースだった。だが33号車は日没前の事故、44号車は明け方のトラブルによっていずれも戦いを終えることになった。耐久性の部分も今まで問題になってたものを直して今回挑んできたんですけど、ペースも速くなってくるとまた新たな問題が出てきてしまって、やっぱりなかなかこのニュルのサーキット、このレースっていうのは手強いなっていうのを感じました。はい。正直に一言で言うとすごい残念な結果になってしまいました。はい、ちょっとシュンとしてます。タイヤとして何が起きてたかっていうのを持ち帰ってきちんと調べる、ことがまず先決かなと思いますので、そこをちょっと進めていこうと思います。速さそのものに対してはトップチームと十分渡り合えるものはあったかなとは思うんですけど、やっぱりそこだけじゃやっぱりダメで、速さとか以前にやっぱタイヤって壊れちゃいけないなっていう、そこがもう成績以前に安全性、皆さんのドライバーの命もそうですし、チームの皆さん、観客の皆さんのやっぱりそこの安全性にも関わるところなので、もうタイヤは壊さない、タイヤ壊しちゃったら、タイヤは失格かなと、思ってます。彼らは決して歩みを止めない。ファルケンカラーのマシンとともに悲願のニュルブルクリンク24時間総合優勝を何としてもつかみ取るために、そして世界一過酷な舞台で住友ゴムの技術力を証明するために、
積み上げた悔しさを力に変え、その視線はすでに来年を見据えている。2026年さらなる高みへ、戦いはもう始まっている。